こんばんは、チョロパパです。先日こちらの動画でパソコン初心者の方向けにパソコンの選び方と最新のおすすめパソコンを紹介したところ非常に好評で、動画公開後たくさんの方から動画で紹介したインスパイロン16やインスパイロン14を購入したという嬉しいコメントやメッセージをいただきました。ですが残念ながらこの動画の中でメインで紹介していたインスパイロン16のメモリ 8GB モデルはすぐに在庫切れで販売終了となってしまい、またインスパイロン14のメモリ 8GB モデルについても動画公開時の価格より値上げがされてしまい、一時6万2000円まで値上がりしてしまいました。そこで今回はインスパイロン14とインスパイロン16の中間サイズとなるインスパイロン15の新モデルで、しかもインスパイロンシリーズの中で今最もコスパの良い製品となっていますので、緊急で皆様に紹介したいと思います。ちなみに今回紹介するニューインスパイロン15は現在価格で67,800円で購入することができるにもかかわらず、非常に高性能なパソコンとなっていますので、これからパソコンを始める初心者の方だけでなく、テレワーク用のパソコンとして性能の良いパソコンに買い替えたい社会人の方や、今年から新大学生になり大学生の4年から6年の間快適にパソコンを使いたいという学生の方にもコスパが良く非常におすすめのパソコンとなっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。また今回紹介するニューインスパイロン15の一つ前のモデルについても新しいモデルが出た関係だと思いますが、現在54,800円というめちゃくちゃ安い価格で販売がされていて非常にお得な状態となっていますので、こちらについても軽く紹介したいと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上勤務しており、常に最新の技術やパソコンに触れていますので、パソコンに関してはかなり詳しい方だと思います。またそちらのパパチャンネルではこれまでパソコン紹介動画やパソコン購入後に役立つ情報、また Wi-Fi 関連の動画など IT に関連して役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それではまずは新モデルのニューインスパイロン15の紹介から行っていきたいと思います。ニューインスパイロン15については今回デル様から実況を借りしてきましたので、後ほど実機も使いながら紹介を行っていきます。まずはデルの公式販売ページでスペックを見ていきたいと思います。この公式販売ページのリンクは動画の概要欄、コメント欄に貼っておきますので、後ほどこちらのリンクから販売ページをチェックしていただければと思います。まずリンクをクリックすると、こちらのページが表示されます。インスパイロン15にはインテルモデルと AMD モデルがあるのですが、AMD モデルの方が圧倒的に安く、しかも高い性能のパソコンとなっていますので、インスパイロン15については AMD モデルの方がおすすめとなります。そして AMD モデルの場合、プロセッサー、つまり CPU が Ryzen 3、Ryzen 5、Ryzen 7の3種類から選択することができますが、これについては Ryzen 5がおすすめとなります。理由としては Ryzen 3を選択した場合にはメモリ 8GB、ストレージが 256GB で価格が59,800円。それに対し Ryzen 5を選択した場合にはメモリ 16GB、ストレージ 512GB で価格が67,800円となるため、その価格差は8000円しかないにもかかわらず、性能は圧倒的に Ryzen 5の方が高くなるからです。具体的に性能にどれくらいの差があるのかを説明すると、まず CPU についてはその性能を数値で表すパスマーク値で見てみると、Ryzen 3が9015であるのに対し Ryzen 5が16,461もあるため、Ryzen 5の方が約 1.8 倍も CPU 性能が高いものとなっています。さらに Ryzen 5の方はメモリ容量も2倍の 16GB となっているため、同時並行で複数の作業を快適に行うことができたり、さらにストレージ容量も2倍の 512GB となっていますので、パソコン内に大量のデータを保存することが可能となっています。正直ここまでの性能は不要という人も多いと思いますが、パソコンの性能は低くて困ることはあっても高くて困ることはないので、8000の差でこれほどの性能差があるのであれば Ryzen 5モデルを選択した方が絶対にお得だと思います。また Ryzen 7を選択した場合の Ryzen 5との違いは CPU が Ryzen 7に変わるだけとなっており、その CPU 性能は約 1.15 倍になるだけとなっています。ですが Ryzen 5との価格差は 26,200 円もあるので、 Ryzen 7のコスパはあまり良くないと言えます。ということでインスパイロン15を買う場合はRyzen 5モデルが圧倒的におすすめとなっています。現在の価格で見ると Ryzen 5モデルだけ異常に安いので、おそらく今だけ何らかの販売戦略で安い価格で販売されているのではないかと思います。そのためこの動画を最後まで見てインスパイロン15が気に入った場合には、今の価格で購入できるうちにすぐに購入することをお勧めします。それではここからはインスパイロン15 Ryzen 5モデルについての詳細を確認していきたいと思います。まずパソコンの頭脳部分となる CPU については最新の Ryzen 5である Ryzen 5 7530U となっています。この CPU のパスマーク値は先ほどお伝えした通り 16,461 となっているのですが、これがどれくらいの性能なのかが分かりやすいようにパスマーク値別に快適にできる作業を図で表したもので見てみると、大体この図のようになっています。つまりパスマーク値が 16,461 もあるとなると、ここに書いてあるような一般的に行われる作業のほとんど全てを快適に行えるレベルの超高性能レベルの CPU であると言えます。ただしオンライン PC ゲームや 4K などの高画質の動画編集については高い CPU 性能に加え高い GPU 性能が必要となりますので、それらの作業を主目的とする場合はゲーミングパソコンを使用することがおすすめとなります。その理由についてはこちらの動画で詳しく説明していますので、後ほど見に行っていただければと思います。ということで実際にこれらの作業が快適にできるかなどを含めてインスパイロン15で実際に性能検証している様子をお見せしていきたいと思います。
起動速度、Web 閲覧。まずはパソコンの起動速度がどれくらいでできるのかをお見せしていきたいと思います。それでは起動を11時55分0秒から開始します。スタート。はい、起動が完了しました。起動が完了するまでは17秒です。さらに見ての通り、起動後すぐに Web ページの閲覧ができるなど、起動後すぐに操作可能となっていることを見ていただけたと思います。これぐらいすぐにパソコンが起動して使えれば快適ですよね。古いパソコンや低性能のパソコンの場合、起動が完了するまでに2から3分かかるものもザラなので、一部の人はこの起動速度の速さに驚いた人もいるのではないかと思います。実は起動速度に関しては、インスパイロン15ほどの性能を持っていなくても、最新の普通レベルのパソコンであれば、だいたいこれと同じぐらいの速度で起動することができます。そのためパソコンの起動に2、3分かかっているような場合には、最新のパソコンに買い替えれば間違いなく驚くほどパソコンが快適に動作するようになりますので、パソコンの買い替えの検討をお勧めします。オフィス作業。今回お借りしたパソコンは Microsoft Office は入っていないパソコンとなりますので、Web 上で使える無料の Microsoft Office で実際の動きを確認していきたいと思います。無料で使える Microsoft Office の存在を知らない人もいると思いますので、一応使い方もお伝えしておきます。この使い方は非常に簡単で、こちらの検索欄で Office と入力して検索すると Office アプリが出てきますので、こちらをクリックします。そしてこちらに Word、Excel、PowerPoint などがありますので、使用したいソフトをクリックすると普通に使用することができますので、インターネットにつながっている環境であれば通常の Office と同じように使うことが可能です。今回は Excel を使っていきたいと思います。まずは Excel で計算式を入れて計算してみます。するとこのように Excel 計算は普通に問題なく行うことができます。もちろん文字入力は普通に行うことができますし、またグラフなども問題なく作ることができます。Excel などのオフィスソフトは実は性能が低いパソコンでも意外と快適に動作しますので当然なのですが、オフィスの利用はこのパソコンであれば快適に行うことが可能です。ちなみにオフィスについては大学生の場合はほとんどの場合購入しなくて問題ありません。その理由はほとんどの大学が全学生に無料でオフィスのライセンスを配布してくれるからです。例えば Google でこのように大学名 Microsoft Office と入力して検索すると、簡単に大学が学生にオフィスライセンスを無料で配布しているかの情報が出てきますので、検索して調べてみると良いと思います。また普段ほとんど Office を使用しないという人の場合も、先ほど紹介した Web 版の Microsoft Office で基本的な機能は使えますので、意外と事足りてしまう人が多いと思います。またそもそも無料で使える Office ソフトなどもあり、それについてはこちらの動画でも解説していますので、よかったらこちらの動画も見に行っていただければと思います。ということで Microsoft Office を購入する必要がある人というのは、仕事で使う Office ファイルの閲覧や編集を行いたい人や Excel マクロやピボットテーブルなど Web 版では使えない高度な機能などを使いたい人ぐらいになると思います。 Web 会議。ウェブ会議についてはパソコンの性能が低いと映像がカクカクしてしまったり、音声が途切れてしまったりと会議相手に迷惑をかけてしまうことになります。また大学生の場合はオンライン授業を快適に受けられなくなってしまいますので、ウェブ会議を快適に行うためには通常性能レベル以上の CPU 性能、内蔵マイク性能、内蔵カメラ性能を搭載した PC である必要があります。ということで実際にウェブ会議システムの Zoom を使用している様子をお見せしたいと思います。この映像はインスパイロン15を使っている私と Zoom で繋いでいる相手側のパソコンで録画した映像となります。つまりインスパイロン15を使っている場合に相手側にどのように見えているかの映像と音声となりますので、Zoom が快適にできているかと合わせてインスパイロン15のカメラと音声の品質に問題がないかについても合わせて確認していただければと思います。それでは Zoom 会議が快適に行えているかのテストを行っていきます。どうでしょうか？映像は綺麗でしょうか？音声は綺麗でしょうか？ノイズなどはないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。ということで、インスパイロン15は Web 会議でも相手側に十分クリアな映像と音声を届ける性能があることを見ていただけたのではないかと思います。動画視聴、Wi-Fi 速度。次に動画視聴が快適に行えるかを確認していきます。今皆さんにお見せしている映像は私のサブチャンネルの YouTube 動画となるのですが、見ての通り動画がカクカクすることもありませんし、止まったりすることもありません。また YouTube 動画などを快適に視聴するためには Wi-Fi 速度も重要となってきますので、Wi-Fi 速度についても確認していきます。このパソコンの場合、Wi-Fi 5までの対応となっていますので、最新の Wi-Fi 6E や Wi-Fi 6に対応していないのは残念なポイントとなりますが、実態としては Wi-Fi 5でも十分な Wi-Fi 速度が出るものとなっていますので、Wi-Fi の性能を抑えることでパソコン価格を抑えているのだと思います。ということで、Wi-Fi 速度がどれくらい出ているか実際に計測してみたいと思います。ちなみに YouTube の公式からの情報を見ると、フル HD 画質で 5Mbps、4K 画質動画で 20Mbps 程度のダウンロード速度が出ていれば YouTube 動画が快適に見れるということになっています。ということで、これが実際に速度測定を行っている様子となります。時間がかかるので早送りでお見せしていきます。
結果はダウンロードが 310Mbps、アップロードが 251Mbps ということで、爆速レベルの十分な速度が出ているということがわかると思います。ちなみに今回検証で使っている Wi-Fi ルーターは最新の Wi-Fi ルーターとなっていて、こちらの動画で紹介していますので、よかったら参考にしていただければと思います。ゲーム性能。ゲームについては軽いゲームであればプレイ可能な性能だとは思いますが、実際にどのレベルのゲームがプレイできるかをベンチマークテストの実行結果と実際にプレイした結果で確認していきたいと思います。まず比較的軽いゲームとなっているドラクエ10についてはベンチマークテストを実行した結果としてはとても快適という結果となりました。これは評価としては上から2番目の非常に良い結果となっています。次に、ファイナルファンタジー14については、このグラフィックの美しさから負荷がかかるゲームであることがわかると思いますが、こちらの結果としては普通という結果となり、これは標準的な動作が見込めるという結果となっています。通常のノートパソコンでファイナルファンタジー14レベルのゲームをプレイできるということは、一昔前のパソコンではありえなかったことなので、最新の CPU が搭載しているグラフィック処理性能はかなり向上しているということがわかります。ただし、評価としては上から5番目となりますので、ギリギリプレイできるという感じです。次に、ファイナルファンタジー15ですが、これはかなり負荷のかかる PC ゲームとなっています。ということで、結果を見てみると、重いという結果となりました。このレベルになると、さすがにこの PC でプレイすることは難しいようで、評価としては下から2番目の結果となっています。次に、Apex Legends については、実際にプレイしてみた結果としては、意外にも全く問題なく普通にプレイすることができちゃいました。以前に、ほぼ同じ性能のレベルの CPU、メモリを搭載した PC でプレイしてみたときは、キーを離しても、いつまでもキャラクターが止まらずに走り続けたり、反応が遅かったりしたのですが、今回インスパイロン15でプレイしてみた結果としては、そのような問題が発生したことは一度もなく、終始快適にプレイすることができました。ただし、FPS については35程度しか出ていないため、ゲーミング PC などでプレイしている時と比べると、映像の滑らかさが気になる人もいるかと思います。逆にゲーミング PC でプレイしたことがない人からすると、特に違和感なく快適にプレイできると思います。ということで、一応それなりに PC ゲームはプレイすることも可能ですが、PC ゲームをやることが PC 購入の大きな目的の一つとなっている場合には、ゲーミング PC を購入する方が良いと思います。その理由などについては、こちらの動画で詳しく説明していますので、参考にしていただければと思います。動画編集。次に、一般的な PC で行う作業の中で比較的負荷のかかる作業である動画編集について実際に行っている様子をお見せしていきます。これは実際に今回の動画の一部を編集している様子となりますが、全く問題なく動画編集を行うことができています。ちなみに私がいつも使用している動画編集ソフトはサイバーリンクパワーディレクターとなっており、このパソコンを購入する場合はセット価格で安く買うことができますので、セットで買うことをお勧めします。これについては後ほど購入方法説明のところで紹介します。ただし、4K 動画などの高画質の動画素材を使って動画編集を行う場合や、ヒカキンのように派手な効果を複数入れて動画編集などを行う場合は、高いグラフィック性能がないとプレビュー画面で作成動画がスムーズに表示されず確認ができないという問題などが発生しますので、動画編集を本格的にやりたいという人の場合はゲーミング PC の購入をお勧めします。こちらのパパチャンネルではゲーミング PC についても多数紹介していますので、気になる方は他の動画も見に行っていただければと思います。ここまででインスパイロン15の処理能力に関する性能については十分に高い性能であることをお分かりいただけたと思いますので、ここからは外観やディスプレイなどその他の性能などについてを紹介していきたいと思います。外観。まず外観について見ていくと、インスパイロンシリーズでは毎回言っているのですが、まず見た目がめちゃくちゃかっこいいです。外装がメタリックなシルバーになっているので、見た目の高級感があり、また厚さが非常に薄く、サイズも 15.6 インチの割に比較的コンパクトになっていますので、非常にスタイリッシュな作りとなっています。ちなみにこちらは3年ほど前に私が購入した同じデルの 15.6 インチのパソコンなのですが、比較してみると明らかに全体のサイズが小さくなっていて、デザインが非常にスタイリッシュになっていることが見てわかると思います。重さについては公式が出している最小の重さで 1.63kg、実測で 1.651kg あり、それなりに重さがあります。そのため基本的には持ち運び用ではなく、家で使う用のパソコンとなります。ですが、サイズ感としてはリュックなどであれば余裕で入りますので、たまに持ち歩くぐらいであれば普通に持ち運ぶことも可能です。ただし、毎日電車などで持ち運びをすることなどを想定している人の場合には、1.63kg あるとさすがに重さが辛くなってくると思いますので、その場合は13インチクラスの軽量パソコンがおすすめとなります。私の動画では13インチクラスの軽量パソコンも複数紹介しており、動画の概要欄のリンクは常に最新モデルのリンクに更新していますので、気になる方はチャンネル登録をしてこれらの動画もチェックしてみていただければと思います。次にインターフェースですが、 USB 端子はもちろんですが、映像出力ができる HDMI 端子やカメラのデータ取り込みに便利なフルサイズの SD カードリーダーもついていますので、最低限必要な端子は全て揃っています。ですが残念なポイントが1点あり、それはこちらの Type-C 端子がデータ専用となっていて、パソコンの充電や映像出力に対応していないということです。そのためモニターが必要な場合は Type-C 端子接続ではなく HDMI 端子で接続できるモニターの購入をお勧めします。おすすめモニターについては後ほど購入のところで紹介します。ディスプレイ。まずはディスプレイの実際の映像を見ていただこうと思います。
色の綺麗さが分かりやすいようにこちらのゲーム映像で見ていただいていますが、どうでしょうか。十分綺麗な映像となっているのではないかと思います。このディスプレイの画質はフル HD となっており、パネルの視野角が160度ある WVA パネルとなっていますが、視野角はあまり高くないように感じられます。ですが、少し横からぐらいであれば十分映像を普通に見ることが可能です。そしてこのディスプレイのすごいところとして、リフレッシュレートが 120Hz と通常のノート PC の2倍の性能となっているということがあります。リフレッシュレートは1秒間に何枚の映像をディスプレイに表示できるかのディスプレイの性能を表す数値となるのですが、120Hz の場合は1秒間に最大120枚の映像を出力できるという意味となります。つまりこのリフレッシュレートが高いと、それだけ滑らかな映像を表現することが可能となります。これまではリフレッシュレートが 120Hz 以上のディスプレイが搭載されているノート PC はゲーミングノート PC かマイクロソフトの Surface Pro など一部の高級なノート PC ぐらいしかありませんでしたので、これが6万円台で購入できるこの PC に 120Hz のディスプレイが搭載されているというのはかなり驚かされるポイントとなっています。スピーカー。次はスピーカーのテストとなります。スピーカーの品質については皆さんも馴染みのあるこちらのゲームの音楽で確認していこうと思います。20秒ほど流します。ということで、スピーカーの品質は非常に良いということをご確認いただけたと思います。また音量についてはこれで 30% となっていますので、かなり大音量とすることができます。ということで、品質は全体的に特に問題となることはなく、逆に6万円台でこの性能であればかなりコスパの良いパソコンであるということをお分かりいただけたのではないかと思います。それでは次にインスパイロン15の購入方法を紹介していきたいと思います。購入方法。それではニューインスパイロン15の購入方法を紹介していきたいと思います。まずは動画の概要欄にあるこちらの丸1のリンクをクリックしてください。するとこの画面が表示されますので、まずは即納モデルを表示をオンにします。これをオンにした場合に即納モデルがあれば早く製品が届くのでおすすめです。次にプロセッサーで Ryzen 5を選択します。するとメモリは 16GB、ストレージは 512GB が自動的に選択されます。ここでメモリは 8GB やストレージ 256GB を選択してしまうと、プロセッサーが自動的に Ryzen 3に変更されてしまいますので、変更しないようにしてください。Ryzen 5が選択されている状態でカートに入れるを押します。次に保証サポートですが、1年間のベーシックサポートについては無料でついてきますので、必ずしも延長保証に入る必要はないと思いますが、心配な方は4年保証などに入っても良いとは思います。特に大学生などでパソコン初心者の方の場合は4年間の保証に入っておくと安心なのではないかと思います。次にソフトウェアに関してはマイクロソフトオフィスが必要な人はここで付けることができます。こちらの安い方のオフィスは Word、Excel、Outlook が使えるオフィスとなっており、こちらの高い方のオフィスは Word、Excel、Outlook に加えて PowerPoint も使えるオフィスとなっていますので、通常社会人の場合は PowerPoint が必要だと思いますので、こちらを選択した方が良いです。ちなみにこの Microsoft Office Home & Business 2021を後で個別に購入しようとすると 43,980 円かかりますので、セットで購入した方が 8,780 円安く購入することができます。ただしパソコン2台持っている人の場合は個別で購入するオフィスの方がパソコン2台分に使えるオフィスライセンスとなっているため、人によっては個別でオフィスを買った方がお得となる場合もあります。また Microsoft 365パーソナルなどを契約した方が実はお得という場合も人によってはありますので、オフィスについてどうすればよいかわからないという人の場合は、このパソコンの場合はオフィスの割引率はそれほど高くもないので、とりあえずはオフィスはなしで良いと思います。次に動画編集ソフトについては、こちらのサイバーリンクパワーディレクターが高機能で安いのでおすすめです。私も一番初めはデルのパソコンのオプションでこのサイバーリンクパワーディレクターをセットで購入して動画編集を始めました。現在でも私はサイバーリンクパワーディレクターを使用して動画作成を行っていて、お気に入りのソフトとなっています。必要なソフトを追加したら次へ進むを押します。次に周辺機器ですが、モニターがあると2画面にしてこのような感じで使用することができて、作業効率がかなり上がるのでおすすめです。モニターは価格がいろいろありますが、画質については IPS パネルのモニターであればまず間違いありませんので、こちらの 15,800 円のモニターがおすすめとなります。マウスについては私のおすすめマウスとマウスパッドを動画の概要欄に貼っておきますので、後ほどチェックしてみていただければと思います。必要な周辺機器を追加したら次へ進むを押します。何も追加しない場合は 67,800 円となりますので、あとはご注文手続きへ進むを押して購入すれば OK です。最後にインスパイロン15の旧型についても今非常にお得に購入することができますので、軽く紹介しておきたいと思います。こちらについては動画の概要欄の丸2のリンクをクリックしてください。旧型の場合 CPU が Ryzen 5 5500U、 メモリが 8GB、 ストレージが 512GB となるのですが、価格が 54,800 円と非常に安い価格で購入することができます。
ます。Ryzen 5-5500U はパスマーク値で見ると新型の Ryzen 5よりは劣りますが、13109もありますので CPU 性能としては十分に高いものとなっています。またメモリについては新型の半分の 8GB の容量となっていますが、実は 8GB メモリでもほとんどの人は困ることはないと思います。これについてはこちらの動画で説明していますので参考にしていただければと思います。またインスパイロン15の場合はインスパイロン14と違い、メモリは後で交換や増設することもできるタイプとなっていますので、毎日使ってみてメモリが足りないと感じた場合にはメモリを増設することも可能です。ということでこちらのインスパイロン15でも多くの人が十分満足できる性能となっていますので、出費を抑えたい人はこちらのインスパイロン15もおすすめとなります。ただしこちらは旧型でおそらく在庫限りの販売だと思いますので、こちらの製品が良い人は在庫がなくなる前に早めに購入することをお勧めします。また新大学生などでパソコンを持ち運ぶことが比較的多い人で、なるべく安くパソコンを買いたい人の場合はこちらのインスパイロン14がおすすめとなります。性能としてはメモリ 16GB を選択すれば基本的な性能は今回紹介したインスパイロン15とほとんど変わらないものとなっていますので、動画の概要欄③のリンクからチェックしてみていただければと思います。私の見解としては理系の学生の場合は念のためメモリ 16GB を選択した方が良いと思いますが、文系の学生の場合は 8GB メモリの選択で全く問題ありませんので参考にしていただければと思います。ただし新大学生の場合は大学からメモリ 16GB 以上などの指定がある場合もありますので、基本的にはその指定に従うようにしてください。もしご希望のパソコンが大学指定のスペックを満たしているかわからない場合はコメント欄で質問していただければ回答しますので、気軽にコメントしていただければと思います。ちなみにもしパソコンを買うのが今回が初めてで初期設定ができるか不安という人は、こちらの動画の後半でパソコンを買って初めに行う初期設定の手順を説明していますので、こちらの動画を参考にしていただければと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が役に立った、面白かったという人はグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。